こんにちは、デゴヨンです。モンキー125整備の2日目です。チェーンの取り外しにかかってます。もう真っ赤に錆びているので、スプラケットこのカバーも錆びが飛び散って真っ赤になってます。で、これはクリップ式のチェーンですね。初めて、クリップ式初めてだったのでちょっと戸惑いましたが、外れました。で、今度はマフラーを外そうとしてます。マフラーは整備上外す必要はなかったんですけれども、奥の方をですね、清掃したくなったので、マフラーを外しにかかっています。これは上の方がボルトが2本で、エンジンの下側ですね、クランプが1本のボルトで止まっているので、3箇所のボルトを外せばマフラーを取り外せます。下の方で突き刺さっているので、それを引き抜く必要があるので、ちょっと回しながら引き抜いてます。で、今度はリアのキャリパーに取り掛かりました。リアのブレーキキャリパーっていうのはバイクによって、形がそれぞれ特徴があるので、一体どういう形で取り付いているのか、観察をして勉強をしているところです。ブレーキパッドの外し方がこれまだ分かっていません。上にスライドしてぐーっと上がっていくキャリパーが多いと思うんですけど、これは上がっていかないんですね。で、今いじくっていうのはチェーンアジャスターですけど、このチェーンアジャスターも初めて見る形で、どうなってんだこれっていろいろ触ってみてます。はい、行きますと、アクセルシャフトが前に動く。ロックナットがないですね。はい。で、ようやくわかりました。パッドピンの頭の部分にゴムキャップ、このゴムキャップがついて見えなかったんですね。このキャップを外せば、パッドピンの頭が見えたので、ヘキサゴン、六角で回せば、見慣れたパッドピンが取り出せます。はい。これで出ましたね。あとはパッドを下に引き抜けば、取り出せるということになります。で、ちょっと疑問に思ったのが、ほとんどすれて減ってないんですが、リーリング側ですね、が減ってなくて、トレーリング側だけが擦れた跡がついています。なんでかなと思ったんですが、わかりません。こんな形になってました。で、シャフトを左側から引き抜いてます。フロントのアクセルシャフトにはグリース塗られていなかったんですけれども、リアにはグリース塗られてましたね。これ、なんか理由があるんですよね。で、キャリパーをガランと落ちないようにワイヤーで止めたんですけど、本当はキャリパー止めなきゃいけないですね。ブレーキホースを止めちゃってますね。これはちょっと良くないので、良い子は真似をしないようにしましょう。ちゃんとキャリパーを吊るしましょう。タイヤを外しました。で、パッドの厚さを測って、もうほとんど新品です。で、左右対称になってないんですね、これが。なんか変だなと思ってうつうつ言ってるところです。で、今度はドライブスプロケットを取り外しにかかっています。これ、初めてちゃんが使った学校で買った工具に入ってたやつ。専門学校で買った工具、10ミリの超ロングソケット。学校でも使った記憶がないんですね。なんか、エクステンション代わりに使ってみました。真っ
各家の後手後手のスプラケットが取り外せました。一応、新途中活剤吹きかけて、表面についた赤サビを拭き取っています。これはチェーンの赤サビが飛び散って付着したものがほとんどですので、本体自体はほとんどされてはいませんでした。これはスプラケットのカバーですね。こちらも真っ赤っかなので、このサビを拭き取ります。本体は錆びてないので、拭き取れば綺麗になりますね。さて、ここでちょっと手が止まったのは、ここに接着剤がくっついているんです。なんかエポキシ系の接着剤かなというようなものがここについているんですね。多分先ほどの弓型の金属プレートを貼り付けてたんじゃないかなと思うんですが、組み付けるときに組みやすいように接着剤でくっつけてたんじゃないかなという推測しています。はい、奥の方は取れてませんけど、表面のところはだいたいサビ、くっついたサビが取れました。で、今度はリアフェンダーの外しにかかっています。フェンダーの内側も泥汚れがいっぱいついているので、きれいにしようということです。こっちはランボリーがついているので、配線を外しながら取り外しています。で、今これクリップを外してますね。使っている道具は100均で売っている、焼き鳥串外しだったかな。便利ですよ。落としちゃいましたね。で、コネクターも外れて、フェンダーの樹脂パーツ、すべて取り外しができました。で、外したパーツ、水洗いをしてきました。洗剤をつけてないので完璧ではないですけれども、ほぼほぼきれいになりました。で、今度はこの金属のフェンダーを外すために、ランプ類の今配線リボシ端子を切り離しています。方向指示器のリボシですね。こういうとこはこのモンキー125整備性はいいなと感じました。よく見ればですね、どういう構造でどこネジを取ればパーツが取り外せるというのが分かりやすくできているなと思います。コンパッキンがついてるんですね。で、金属メッキされたリアフェンダーを取り外します。ジャリジャリってやつ。こで、こちらがフロントスプラケットの取り外した中ですね。なんとかしていこう。ここにはカウンターシャフトのオイルシールがついている場所なので、クリーナー類を吹きかけるのは最小限にして、基本的にはペーパーウェイスで拭き取っています。本体が錆びてるわけじゃないので、音が取れるはずなんですけれども、それでもね、長年付着していたものなので、すんなりは取れてないですね。で、フェンダーも磨いてます。
ワックスですね。こちらはマフラーのカバーですね。まあ、こんなもんでしょう。よしと旋回で、あちこち、拭き掃除をしています。本来は、洗剤使って水洗いできたらいいんでしょうけど、環境がね、洗車できる環境じゃないので、ペーパーで拭き取っています。では、きれいにしたフェンダーを取り付けていきます。ここはプラスチックパーツなので、あんまり力込めて磨けないので、そんなには綺麗にはならなかったですね。ですね。これで一通り組み上がりました。で、リアタイヤをはめています。カラーね、もう毎回落ちるんですね。必ず、カラーが落ちてしまいます。なんかいいやり方ないですかね。知ってる人いたら教えてください。いつも落としちゃうんですよね。左からシャフト差し込みますね。はい、入りましたね。あと右側から出てくれば、シャフト出てきましたね。はい。さて、ここですよ。皆さん気づきましたか？このタイヤの動き。バランスが全然取れてないんですね。もうちょっと呆然としました。バランス取るかということで、手持ちのウェイトをつけてかかっています。まず 5g ありました。全然ダメです。こんな状態ですね。で、次に 10g 足して 15g にしました。これでも全然ダメです。もうこれでね、私のバランス取るっていうのは諦めて、手持ちのバランスをこれからどんどん養生テープで上にどんどん貼り付けていきます。これでも全くダメですね。タイヤのバルブの部分が重くて下に行くんですね。結構貼り付けましたが、まだまだ。もう1枚ずつ貼るのを諦めて、どんどん 20g とか 30g の単位で貼っつけています。これ山積みになっていってますけど、これまだダメなんですね。
止まらないですね。これまた G があと回ってるんですよ、タイヤ。あ、ベアリングは良好なんでしょうね。まだ回ってますね。ちょっと重りの方が重くなったかなという感じで、この後1枚に拭いてもう一度貼り直してみます。これでようやくなんとかバランスが取れたかなという感じですね。動画ではもう大幅にカットしてるんですけども、かなりこれで時間を食いました。結局この貼ったウェイト全部剥がして養生テープを貼って、そこに重りの重さ 85g は結局貼っつけました。それを 85g と書いて、オーナーに、引き渡しの際に説明を、することにしました。で、パッドをつけています。これ下から差し込んでピンを差し込むだけというものですね。で、本来この後新たな、チェーンをつけようと思ってたんですけれども、このタイヤのバランスのおかげで大幅に時間を費やしてしまったので、もう今日はここまで、新たなチェーンの取り付けは翌日に回すことに、しました。もうなんかもうとんだハプニングで。これ何ニュートンなんや。はい、この状態で今日は終わりです。では、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。